皆さんこんにちは。ぶらり鉄旅チャンネルです。今日はこれから東武鉄道で日帰り宇都宮旅行に出かけたいと思います。宇都宮は JR や新幹線が一般的ですが、東武鉄道でかなり安く行くことができるのです。東武浅草駅からはたくさんの特急が発着しています。日光や会津方面など、様々な場所に足を伸ばします。浅草駅といえばこの急カーブですね。これは狭い土地で長い車両を止めるための工夫です。そんな浅草駅ですが、入線する特急は6両が限界です。そのためか朝にここを出る特急はかなりの乗車率になります。これから乗りますのは、特急華厳17号東武日光行き。いちご色のスペーシアですね。これで栃木駅まで向かいます。この車両がデビューしたのは今から30年以上前のことですが、とても綺麗に整備されています。内装は東武の高級ホテルのデザイナーが手掛けたそうです。この他に簡単な個室、コンパートメントもあります。浅草駅を出ると隅田川を渡ります。アサヒビールの本社や水上バスが見えます。水辺と空とビルの景色が素敵ですよね。さて、今回は東武鉄道の株主優待乗車証を利用して旅行しています。この切符があれば1回だけどこまでも乗って良いことになっています。今回は手元にあった株主優待として使っていますが、都内の金券ショップなどで1枚700円程度で売っているようです。東京から宇都宮のアクセスとして、JR の在来線がメジャーと思われますが、こちらは片道2時間で約2000円もかかります。それに対して、先ほど紹介した株主優待乗車証であれば少々時間はかかりますが、片道700円、JR 片道分より少ない金額で往復できてしまうのです。今回は奮発して行きは特急に乗っています。こういった楽しみができるのも東武の良さ。今回は繁忙期料金で1450円を支払って乗車しています。東武の路線網は本当に複雑で楽しいので、この乗車証を使った旅行をぜひおすすめします。間もなく草加駅を通過。この辺りは線路が4本の複々線になります。速い列車と各駅停車の線路を別々にして本数を稼ぐといった感じです。かなり速い速度ですがさすがはスペーシア。とても静かです。特急は栃木までで、栃木から先は普通列車に乗り換えて宇都宮に向かいます。いちご色のスペーシアですね。カラーバリエーションがたくさんあって楽しいです。電車がやってきました。もともと地下鉄日比谷線に直通してた車両ですね。改造はつい数年前のことで、かなり綺麗になっています。東武宇都宮駅に着きました。奥は駐車場で、駅の真上は東武百貨店になっています。デパートの中の駅といえば、昔の銀座線渋谷駅をイメージしますね。改札はここの一箇所です。顔認証改札もありますね。いちご王国ラインという愛称もあるみたいですね。栃木名産のいちご牛、可愛らしくていいと思います。改札を出ると正面は百貨店入り口です。左右に出口があります。外観はとても立派ですね。ちゃんと百貨店が維持されているのが素晴らしいです。ほとんどが百貨店で駅の面積はかなり小さいです。宇都宮に来たならこのメガドンキホーテがおすすめです。なんでドンキホーテかよって思うかもしれませんが、ここの地下1階には超巨大な餃子フードコートがあるのです。宇都宮餃子ライラッセ本店です。休日はかなり混むので、順番待ち必須です。メニューはこんな感じです。餃子は300円台からと大変リーズナブルです。
店内は5つのお店があって、食べたいお店のレジで注文して席に持ってきてもらう方式。まずはコーランの餃子を注文。ライスの注文を忘れてしまいました。動画ですがすでに1つ食べてしまって残り5つになっています。とても美味しいです。さっぱりと肉々しさが両立しています。調味料も充実しています。宇都宮餃子のタレ。宇都宮餃子会が作ったタレだそうです。ミンミンで頼んだ水餃子とライスが来ました。宇都宮の水餃子は初めてですが、スープに味がついていないのが一般的なんですね。調べたところ様々な食べ方があるとか、餃子とご飯とタレが本当によく合います。すべてのバランスがちょうど良くて噛めば噛むほど美味しいです。ごちそうさまでした。とても満足なランチでした。こんなに食べて1000円でお釣りが来ます。近年の物価高の中でも、すごい安さですよね。食器はそのままでいいそうです。とても満足です。また来たいですね。近くに大きな神社、二荒山神社があります。宇都宮のシンボルですね。豊木入彦の命を祀る神社で、日光の二荒山神社より歴史が長いそうです。大きな鳥居の奥には長い階段があります。源氏の武将や徳川家康など、有名な武将も訪れた神社だそうです。ここは明神山という標高135メートルの山だそうですよ。11月は七五三の時期ですね。普通の参拝客もたくさんいます。社殿はとても立派ですね。現存の社殿は明治時代に建てられたもののようです。向かって右手には紅葉が見えるスポットがあります。さて、今度は JR 宇都宮駅方面に向かってみましょう。東武宇都宮駅から JR 宇都宮駅にかけてがメインストリートなのではないのでしょうか。1キロほど歩くと宇都宮駅に着きます。将来的には宇都宮ライトレールもこの西口方面に延伸されるそうですね。ますます観光客が増えそうです。川の橋のたもとには宇都宮で採れる大谷石で作られたトイレがありました。宮の橋公衆トイレというそうです。大谷石でできた立派な建物です。この川は田川といい、日光を源流として宇都宮を経て、鬼怒川に流れ込むそうです。昔は水運で栄えていたのでしょうか。宇都宮駅といえば、この餃子像ですね。これ、餃子に包まれたヴィーナスなんですけれども、こんな感じで駅前に置かれています。もともとはこのペデストリアンデッキの下の、少し暗いところに置いてあったのですが、ここに移設されました。よく見るとここに割れた跡みたいなところがあるのが面白いんですよね。移設するときにクレーンで吊り上げたところ、ワイヤーが外れて地面と激突したそうです。もう一つエピソードがあって、下からここに移設する際に前後を逆に設置するミスをしてしまったようです。まあ、確かに正面がどっちかわかりにくいですよね。自由通路を渡って反対側に来てみました。ちょうど蓄電池電車のアキュムがやってきましたね。駅で充電して、電気の通っていない線路を走る面白い電車です。留置線には宇都宮線や日光線で活躍する最新車両がいました。なかなかかっこいい見た目だと思うんですけど、どうですか？西口に戻ってきました。この大通りを見てください。たくさんの車やバスが行き交う宇都宮の道路です。将来は東口のライトレールもここを通るそうです。東口と違って、西口は道路に高低差やカーブが多く、また宇都宮の玄関口ですので様々な課題もあるそうです。開業したら東部との連携もより強化されそうです。というわけで日が落ちる前に帰ります。東武宇都宮駅はだいたい1時間に2本程度発着します。古から行く先表示器が未来っぽくて好きなんですよね。帰りの電車はもう入線していました。ワンマン列車に1時間半乗ります。
南栗橋駅では素早く乗り換え。乗り換え時間2分の完璧な接続です。帰りは特急ではなく普通の電車に乗って帰ります。これも風情ですよね。地下鉄半蔵門線の車両、この車両になるともう東京といった感じです。ずっと乗っていると中央林間に行ってしまいます。というわけで東武の終点の一つ、押上駅に着きました。押上駅の出口を出ればそこは東武の運営する東京スカイツリーです。餃子と東武鉄道のコストパフォーマンスの高さで安く充実した旅行ができました。皆さんもこのような旅はいかがでしょうか。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。